前回のあらすじ。よくわからない地図を入手したので探索に行ってみた。とりあえず一番手前の入り口から侵入。初めて出会った敵。謎のワープ。そしてまだ存在する扉。その続きが、今回です。どうもじゃのめです。それではこの先の扉に入ってみましょうか。どれにしようかな。一番奥からにしよう。南下騎士官。あ、中身一緒っすね。なんか色がなくなってる気はするけど、多分一回外に出たからだろうな。本日の冒険終了。なんてことはないけど。ダガーホールの後ろに再突撃してみようかなって。何か食べようと荷物に手を伸ばすと、一枚のメモを見つけた。さっきまでなかったのに。こういうパターンもあったんだ。食べ物なんか持ってたんだ。これか。私の目や耳によれば、あなたはある手紙の行方に関心をお持ちのようです。どんな皇帝でも油断は禁物。女王でもそうです。ぜひともベイレスト城にお越しください。と面白い話が聞けるはずです。ベイレストの王女、モルジ。ちょっと荷物整理したら行こうかな。とお店に向かっていたのですが。あなたに声をかけた若い男性は、あなたの名前を聞かずに微笑みながら、あなた宛ての手紙を渡してきました。あなたの質問に、彼はただ無表情で微笑んで答えるだけだ。何それ怖い。どっちだ？ごきげんよう。こんにちは。何事もなく旅ができたのなら幸いです。アーホールの亡霊に強い関心をお持ちのようですね。私の父とライサンダス王は親密でした。ライサンダスにまつわる最近の出来事について少しお話しできるかもしれません。センチネル城、ロートン王子。これは、どっちに行くべきなんだ？どの道両方見つけられなかったんだけどね。イリアック湾の終わりとか、イリアック湾ってどこだ？センチネル、もしかしたら見つけられたかもしれない。で、所持金、銀行に入れちまった。なんとか取れた。今までの街とだいぶ雰囲気変わったな。お城に行けばいいのかしら。地図的に真ん中っていう印象があるけど、とりあえず行ってみようか。多分これだよね。王の脇にいる警備員が退屈そうな声で抑揚をつける。アコリテス女王に用事がある者は、ホールの奥にある扉から通過する。割とオープンなんですね。さて、どの人間なのかな、と。あの人間にしよう。なんか座ってるし。センチネルへようこそ。私の手紙はもう受け取ったかな。まあ受け取ったから来たんだけどね。ライサンダスについて知ってることがあるんだ。なぜダガーホールに取り付いているのかもね。なんですと？でも、話す前にまず約束してほしいことがあるんだ。それでよいか。いいでしょう。聞かせてください。本当ですか？ありがとうございます。私には10歳か11歳年上の兄がいました。名前はバウレです。彼に何があったのか尋ねるといつも違う話を聞かされる。ある者は病気で死んだと言い、ある者はアンダーキングにさらわれたと言うんだ。アンダーキ
キング、誰？真実を知りたいんです。彼に起こったことの証拠を見つけてほしいんです。私が知っているライサンダス王のことを全て話します。よくわからないけど調査すればいいのかな？それじゃあ行ってきます。あれ、人間の項目じゃない？これかな？なぜか仕事の質問になってしまった。しかもハイエルフ差別してくるし。別の人に聞いてみるか。俺のことは何も言わないよ。箝口令でも敷かれてるのかしら。というか、なんか文章。まあ私は英語わからないんだけど。バウレについて何か知っていますか？バウレは熱病にかかり、やがて命を落とした。それしか知らない。それは聞いてた話ですが、どうもありがとう。この後お前に話すことがねえよって言われて調査は難航するのであった。なんかよくわからないギルドに侵入しております。ケアルチ氏から聞いた。バウレはセンチネルの王子だった。彼は何年も前に命を落とした。ありがとう。他にはないのかしら？では人間の住みかに教えるしかないのかしら。お邪魔します。バウレについて話してくれますか？バウレは剣よりも本が好きだった。カマロン王はそれで気が狂いそうだった。王様は気に入らなかったのか。もう少し話したいんだが。まあ、そんなこと言ってたの？もう少しちゃんと話聞けばよかった。もう遅いがな。自分の語学力が恨めしい。お城に戻ってきましたよ。バウレは知るのが難しい。皆さんの違和感や無知を観察して楽しむことにします。話を聞けたのはこの不思議で意味深な発言をするこの人だけでしたけど。今度はお外に出てみようかと。もうね、どうしたらいいかわかんないのさ。広大な大地が広がっとるぞ。ごきげんよう。バウレについて知っていることはありますか？バウレは熱病にかかり、やがて命を落としました。ありがとう。何をすれば進むんだ？引き込み続けるのがなかなか大変ですね。と思ってたらなんか来た。背細った女性が近づいてきて、あなたにメモを渡します。彼女は無表情かつうつろな顔で、あなたの質問をすべて無視します。怖い。なんだろうこの人間。とりあえずお手紙読んでみるか。どれかわからなくなりそう。バウレ王子の真実を知りたいのなら、センチネルのネズミと割れ目の酒場にある女王の山嵐で会いましょう。呼び出しの手紙ですが、もうちょい早くくれてもよくない？まあとりあえず行ってみますか。目的地がわかりやすくていいね。さて、誰に話しかければいいのでしょうか。あなたと話しているところを誰にも見られたくありません。アンダーキングがマウア王子の誘拐犯として現在で訴えられていることに気づきました。だからアンダーキングって誰よ？判断する前にバレム城を調べてくれ。バレム城？地図に載せておくからさ。私は誰かって忠実なレボクトでも呼んでくれ。疑われる前に立ち去れ。さっさと言ってくれ。こっちの疑問には答
てくれないんだから、行けばいいんだろ？行けば。星折ってる森、王冠。入り口反対だったか。さて、ここで何を探せばいいのでしょうか？これはなかなか広そうですね。迷子になれる自信がみなぎってきますな。どこに繋がってるかわからないスイッチはとりあえず作動させればいいと思う。さて、上はどうなっているのやら。これ落ちたらまずそうだな。ってこんな場所で戦わせんといけない。なんとかはなったんだけど、休憩しないとまずいんだよな。ですよね。なんとなくそんな気はしてた。ようやく、ダメな気がするな。わかってたさ。さて、気を取り直して最初からだ。向こうに敵が見えますな。気づかれないようにスローっと近づいてさ。背後から奇襲をかけたいのですが。バレてないよね？あと少し。バレちゃった。やっぱダメっすよね。見逃されませんよね。なかなかスカイリムの頃のようなスタイルには近づけませんが。なんか怪しげな垂れ幕。なんもなかった。残念。これは割とリアルでビビったとこ。一瞬キーボードから手が離れそうだったよね。
まったく、驚かせやがって。向こう側に渡れるかな？アリーナでは行けた。行けるはずだ。行くぞ。痛い。飛べなかった。何かありそうな部屋、完全に油断してた。奇襲はする専門なんですってば。あまりいいもの持ってないし。ちょっと休憩取らないとまずいよな。休ませてくれないと思ったらそこにいたんだよ。あれれ？やっと休めた。どこにいるんだ？君たち一体何人いるのさ。いや、このタイミングで君はダメだろう。覚悟はできてたさ。さて、なんかうろついてから豚さんが捕獲されてるのを見つけました。あれ？檻が当たって入れたんだ。いや、さすがに罪なき豚に手をかける気はないっすよ。何だったんだろう。これはロックピック。あれ？開かないな。武器変えようと思ったけどその直前で開いたわ。何これ？あなたは死亡診断書を手に取ります。いや、何が？長文。第3期400年1月23日パーレンジョ2日間。私は食べ物も水もなくこの地下室に閉じ込められていた。上なのか体調不良なのか、それともこの陰気な地下室を共にする生き物の一人が私を先に殺すのかはわからないが、ただもうすぐ死んで骨すら残らないことだけは確かです。私の希望は来たるべき年にこの手紙が読まれ、センチネルの王子バウレの悲しい物語が語られることです。私はこの手紙を書いている時点で15歳ですが、生涯を通じて不健康に悩まされ、心優しい両親を失望させてきました。ガブリエル・セームの優れた治療師や薬屋が
私の咳や熱のたびに治療してくれたが、私の命を何度も救うことはできても、私の病弱な体質を改善することはできなかった。今にして思えば、王と王妃はこのような不自由なものを王国の後継者として産んだことを恥じて、ほとんど愛情を注いでもらえなかったと思う。愛がなかったとは言えません。宮殿に常にいる医師や司祭、薬草学者たちから、私は多くの愛情を注いでもらった。不憫。確かに私はカマロン王のような戦士にはなれなかったが、私の親しい友人の一人であるステンダールの神官は、私がセンチネルの歴史悠発の学者王になるかもしれないと言った。妹の会う武器は、運動神経が良くて、美人で、愛嬌があって、両親の本当のお気に入りだった。彼女を非難する言葉は思いつきません。私は自分の死が迫っていることを覚悟するとともに、もう一度彼女に会いたいと思っています。6年間、私と会う武器はセンチネルの唯一の子供でした。1年前、女王は男の子を産み、古代レッドガードの強い王の意味から、グレクルスと名付けました。その言葉を話す者はもはやほとんどいなかったが、ハンバーフェルの学者と貴族は皆理解していたでしょう。グレクルスは本当に強い子です。私は彼が咳をするのを見たことがありません。王の次の子はグレクリスのわずか1年後に生まれ、さらに不吉な出生時の名前を持っていました。ロートン、次男坊です。これは。おそらく私があまり保護されておらず、生まれつき疑い深い性格であったなら、これらの命名に意味を見出せたかもしれません。ロートンとグレクリスは我が家では十分にありふれた名前だと、私は推論しました。今なら、当時でさえ、私は拝借されていたことがわかります。たとえそれがまだ公式なものでなかったとしても、ロートンが生まれる数ヶ月前から、その後3年以上、私は重い熱病にかかりました。医者にも見放されましたが、どうにかこうにか、少しずつ回復していきました。その時初めて、そして最後に、私は父である国王の表情を伺いましたが、それは無関心なものではありませんでした。それは嫌悪感でした。王様がやってんじゃん。それは2週間前のことだった。それから3日前の夜、私は散歩中に見たこともない男たちに捕らえられました。ついに強行手段に出ちまった。私が猿靴輪をかまされ、縛られ、乱暴に袋に入れられるのを、乳母がそばで平然と見ていました。どれくらいの間、一緒にいたのかわかりませんが、結局、私はここに置き去りにされました。私がようやく拘束から解放された時、私は一人であることに気づきました。私は一人きりであることに気がついたのです。私の方向はどこにも行きませんでした。この場所にはアンデッドが溢れていて出口が見つからないのです。希望はないが、恐怖も感じない。少し後悔していることがあります。歴史や科学ではなく、魔法を学んでいれば、この場所から脱出できたかもしれません。私の家庭教師の一人がアンダーキングの話をしてくれました。彼は自分の生命力を強大な生命体に宿し、タムリエール全体を征服したと。ずっと昔に、もっと強力な肉体があれば、あんな風に。しかし、私は魔法を勉強したわけではありません。歴史を学んだのだ。だからこの手紙を残します。復習のためではなく、歴史的な文書として。ちょっと、これは、待って、気持ちが追いつかんわ。とりあえず、人間って残酷。私これからこの事実を伝えに行くんでしょう？マジか。歴史の闇を掘り起こしちまったよ。まあいつまでもこんなとこにいられないんだけどね。こんなとこに置き去りにするって残酷では？とどめさした方がマシと思うんだが。豚には彼を連れて帰ろうと思います。この結果届けるのか。気が重いけど戻るしかないんだな。さっさと済ませちゃいましょう。毒？
高額でも遠かったんだった。ピンポイントが足りません。無慈悲で、王女に驚きもしかないんだよな。とりあえず、行けるだけ行ってみる？私、生きてる。治療が先かな。この人間か。何もありません。病気限定だった。世界は残酷だわ。魔術師ギルドも空振りでした。仕方がないからとりあえずお仕事の方を片付けましょう。これ、ちょっと衝撃の内容だけど。これが私が最も恐れていたことだ。哀れなバウレ、約束通り、ライサンダスについて耳にしたことを伝えよう。どこまでが秘密かわからないが信じてくれ。ライサンダスは宮廷魔術師であるメドーラ・ディレンニという貴族に恋をしていたのですが、我々との戦争の間に女王に知られてしまったのです。は、浮気かよ。夫がいない間、女王ミニセラはメドラを宮廷から追放したと言われている。今は平和条約の一環で妹のアウブキが女王だが、ミニセラは大号としてまだダガーフォール城に居住している。メドーラがどこに行ったかは知らないが、彼女がバルフィエラ島のどこかに巨大な城を持っているのは知っている。でも、彼女には呪いがかかっていて、絶対に出られないとも聞いています。呪い？お役に立てるかどうかわかりませんが、私が知っているのはそれだけです。いや、なかなか興味深い話でした。国を呪った原因が地上のもつれとは思わなかったが。改めて、バウレの手紙をありがとうございました。何があったのかを知るだけで、私の心は幾分か和らぐでしょう。そう、ならよかったけど。この腕輪を私の感謝の印として受け取ってください。どうもありがとう。ってなんだか魔法を帯びてますね。いいのかしら？いいのよね？ありがたく頂戴しておきます。じゃあ、私解読しなくちゃいけないので、バイバイ。それじゃあ次はどっかの島のどこかにダルビシを探すかな。多分、そんなところで、今宵はこれまで。私は解読の旅に出ます。おやすみなさい。